はい、こんにちは。今日は変なこだわりを持っているより流されちゃった方がいいよっていう話です。でね、ちょうどこの新しい年を迎えて、今年の抱負って何だろうって文章化したりとかね、リストにしてた人っていると思いますし、4月になってやっと、日本だと今桜が咲いてるのかな。この4月、桜の季節になってやっと新しい年が始まったって実感をして、自分の夢っていうのを見直したりとか、その再確認したりしてる人っていると思うんですけれども、ちゃんと自分の決めた夢に対して何らかのアクションを起こして、ちゃんと何らかの方向に進んでいってるっていう実感ありますか？私はね、ずっと長年なんですけれども、自分の理想の生活、人生だとかライフスタイルっていうのは何によって構成されているかっていうリストをアップデートをしてくるっていうことをしています。今はね、この2025年、今の段階では40ぐらいあるのかな。で、多分それも常にアップデートしてるから、増えたり減ったりっていうことをし続けるんですけれども、それをね、やっぱり持っていることで、自分の人生、いろいろね、皆さん成し遂げてきたことがあると思うんですけれども、私は、その自分の理想の人生、ライフスタイル、生活がどういうものかっていうリストを持っているからこそ、いろいろな夢を叶えてこられたなっていうふうに確信してるんですよね。で、例えばね、今私がそのリストの中にね、どんなものを書いてるかっていうと、本当に細かいことやざっくりとした大きいものからいろいろあるんですが、例えば欲しいものだとか、自分の理想の体型だとか、自分が自分の体に対して感じるイメージだとか、そういうものも入ってるし、あるいは、面白いものだとなんだろう。例えば、自分の価値観、自分が忘れたくない、持ち続けていたい、できることなら他人にも見えるように示し続けていきたい価値観って何なのかっていうことだとか、あと、自分の理想のバッグ、それとそのバッグの中身っていうのまで、その自分のそのドリームライフっていうそのリストの中に入ってます。で、今年私は本を読むこと、それと文章を書くことをしたいっていうふうに皆さんにお伝えして、そのように過ごしていくよっていう話をしました。で、私は自分が本当にやりたいって思うことだけをやっていくっていうことに決めたんだっていうふうにその心意気をね、皆さんにお話ししたんですけれども、このね、ちょっとね、メモを見ながらね、忘れないようにね、ポイントね。この、私がね、こういうふうに今、本を自分で好きなように読んで、疲れたらお昼寝して、で、また起きて本を読んで、で、いろいろ思いついたことをこう文章としてまとめて、こうノートに綴ってとかってやっていて、とっても楽しいんですよね。で、外からは見えない。でも自分の中ではすごく蓄積されているものがあるっていうふうに感じていて、すごく自分の中である、意味、ある面の道筋が立ってきてるっていうふうに感じてるんですよ。例えばね、私はこの本を読む時間、書くことをするための時間を捻出するために捨てていることもあるわけなんですよね。で、例えば私はちょっと昨日は久しぶりにやったけれども、長いことずっと料理をするのもやめてたんですよ。で、これを聞くと、自分は外に対しての責任を果たしてないんじゃないって思う人もいるかもしれない。でもね、自分が本当にやりたいことを決めるって、やっぱりそういうふうに外から自分がどう見えるかだとか、自分がどれだけ外に対して責任を、外に対してだけでなくても責任を果たしているか、そういったところもすべて横に置いておいて、
自分の本当にやりたいこと、自分が本当に情熱を傾けられること、情熱を傾けられるからこそ、自分のすべてのエネルギーを入れて、うまくいけば、外の世界に何らかの形として貢献できるようなエネルギーとして、動力として存在していけるって、そうなると私は思ってるんですよ。でね、ここからね、私が皆さんに聞きたいのが、皆さんがやりたいって思ってることって、本当にあなたがやりたいことなんですかっていうことなんです。すごく思い違いしている人っているんじゃないかなって私は思っている。例えば、私は今年の初めに、このチャンネルのね、方向性が変わったから気づいてる人もいると思うんですけど、私が本当にやりたいことって何だろう？私は何をして生きていきたいんだろう？私はどう生きていきたいんだろうって考えている中で、自分のコーチとしての肩書きをとりあえず手放したんですよね。で、人と関わるのは好き。人と話すのも好き。人がある理想まで到達するのをサポートするのも得意だと思う。でも、私の自分の理想としている人生のリストの中には、例えばね、一日に何とか時間以上は働かないとかね、その日の、一日の時間の使い方だとか、自分のありとあらゆる行動にも言及しているんですよ。で、私は多分ね、すごくこのマインドセットコーチとして人からの見え方をすごく気にしていたし、人に、気にしていたっていうとちょっと違うな。人にこう見せたいっていうことをやっぱりこだわりとして持っていたと思う。で、それは悪いことではない。自分をいい意味に律して、より良い自分であるために、自分に働きかける作用でもあったけれど、私は自分が理想とするライフスタイルだとか、生活、人生、そういったものをやっぱりリスト化し直して、改めて考えたとき、今年の初めに、コーチングじゃないなって思ったんですよ。もちろんね、今までマインドセットコーチの、ゆかですって言ってたのに、周りの人からは何て思われるかってね、全く考えなかったわけじゃない。だけど、そのところも手放さないと、私はね、やっぱりね、人生には優先順位があると思っていて、できる限り全部というか、できる限り多くのものを私は手に入れたいと思ってる。だからこそ優先順位っていうものが大事で、私の理想のライフスタイルに合わないコーチングっていう肩書きは手放さなければいけなかった。人が嫌なわけじゃない。やっていることが嫌なわけじゃない。ただ、仮にね、どんどんコーチングの仕事が忙しくなってきて、本当に朝から晩までずっと予約が入って、それが毎日続いたとして、私はきっとすごい充実感に満たされると思う。でも、それは私の理想とするライフスタイル、一日の時間の使い方ではなくて、私はね、もっと大切なことがあるっていう意味ではなくて、私はね、他にもいっぱいやりたいことがあって、優先順位として、
他にもね、いくつもあるんだけれども、例えばその本を読みたい、文章を書きたいっていうのが、コーチングにかける時間と天秤にかけたときに、勝ったんですよね。だから、手放した。で、ちょっとね、それはね、キャリアを変えるっていうとね、ちょっと大げさになってしまうかもしれないけれども、皆さんにもあると思うんですよ。自分は本当に一生懸命目指してて、本気でいるつもりだけれども、その夢はあなたの本当の夢じゃない、あなたが本当に望むことではないっていうこと、あるいはちょっと間違った方に努力をしてるっていうと、ちょっときつく聞こえるかもしれないけれども、本当に叶えたいこととの本質から乖離があるっていうようなことってあると思うんですよね。例えばね、海外の生活に憧れていて、どうやったら英語上手になりますかって聞かれたこと今まで何度もあります。これと同じ人ってきっといっぱいいると思うんですよね。例は違えど。だから少しね、いろいろな角度から物事って見れるんだなって思って、批判というつもりじゃなくて聞いていてほしいんですけれど、そのね、海外で生活をしたい。だから英語をって言った時にね、それは悪いことではないと思うんです。でも、海外生活の何を夢見てるのかなっていうところで、もしかしたら英語なんてなくたって海外に移住してしまえばいいんじゃないですかってことありますよね。もちろんね、言葉が話せれば絶対に可能性は広がる。私もやっぱりこのタイの会社に勤めていたことがあって、それは英語ができるからタイの会社に勤めてっていうことができたんだっていうふうに思います。でもね、例えばタイじゃなくてもどこか海外に移住して、で、日本の会社から仕事をもらって生計を立てるってことだってできなくはないじゃないですか。それとか、別にね、海外に住んで、その異国の国の人と恋に落ちて、壮大な、そのドラマを繰り広げたいってことでなければ、別にね、移住してから少しずつその言葉を勉強する。英語なのか他の言葉なのかね。っていうのもありだと思うんですよね。その人が英語で自分の生まれ育った文化とは違う人と深いコミュニケーションを取りたいんだっていうことだったら、そうか、じゃあ英語を勉強していますっていうあなたのやってることは多分近道。でも海外での生活に憧れてって言って英語を勉強するとこからスタートってちょっと大人だったらね、もったいないなって私は思っちゃう。それがね、まだね、学生さんだったら、それはすごくいいと思う。自分の住むところだとか仕事だとか、交友関係とかの可能性を自ら広げることになるから。ちょっと話がそれないようにちょっと戻りますけれど、だからね、私はね、皆さんに聞きたいんです。あなたが見ている夢は本当にあなたのものですか？誰かによく見てもらいたいからとか、人からの見栄えを気にしていませんか？それとか、自分がいかに責任を果たそうかっていう義務感から考えていませんか？本当の自分がやりたいことっていうのは、何も得るものがなくても、本当にやりたいと思えるし、自分がどういう状況であっても、途切れ途切れであっても、やっぱり常に忘れずに戻っていったことだと思うんですよ。だからね、それを忘れずにいてほしい。それを仕事にしてお金にしろとも言ってるわけではないし、ただ生きている限り何らかの物事に対して人に対して情熱を傾け続けるって
すごく意味のあることだと私は思うんです。だから、そのね、自分の夢が本当に自分のものかっていうのを確認してほしい。で、それを確認するためには、自分がどういう人生、生活、ライフスタイル、それを理想としているのかっていうのを一度考えてリストアップしてみてほしいです。で、そこのところに合うものでなかったら、もしかしたらあなたが今目指そうとしている夢はあなたの夢ではないかもしれない。で、そこのリストのところに上がってきた条件、あなたが理想と思っていることを決してでもやっぱりこっち叶えたいよねって思うんだったら、もしかしたらあなたは本当の夢を見てるのかもしれない。でね、私がね、このもうどれぐらいか思い出せないほど長いこと最近料理をしていませんなんて言うとね、人によってはすごくひどく聞こえるかもしれない。本当に子供を持っている母親なのか、夫を支える妻なのか、別に外で仕事をしに行ってるわけでもなくて、毎日家にもいたり出かけたりとかね、好きなことをして、一日を使えるのに、そんなのはだらしないんじゃないかとか、一切の責任を負ってない、社会に対して何の貢献もしていないんじゃないかとかって、すごくきちんとあろうとしている人たちはいろんなことをね、思うかもしれないし、言ってくるかもしれないし、わからない。私の目の前で言う人はいないからね。私の旦那さんも、私がこういう人だっていうのを分かっていてくれる人だし、私の娘も、それ以外に私はあげられるものを与えている、あげられるものを与えようとしているから、すごく、不幸なようにはなってない。でもね、そういうふうにね、長いこと料理してません。料理手放しましたとかって言うとね、ひどいな、最悪だな、なんて思う人いるかもしれないんだけど、私は、そこは、そんなに気にしない。それはね、年の功っていうのもあるかもしれない。でもね、それによって、私はね、結果的に、料理はしたいっていう答えにたどり着いたんですけど、そう。最初から言うとね、料理、すごいめんどくさいな。ちょうど体が疲れ始める夕方に料理始めて、もう私は横になって本読みたいのにお昼寝した方が本当はいい気がするのにみたいな、そこだったんですよね、始まりはね。だからちょっと、じゃあちょっと料理を手放してみようって思って手放したんですよ。なんだけど、私は結局、食材の選び方だとか、調理の仕方だとか、すごく細かいこだわりがあって、他の人に任せるのは、あるいはレストランに食べに行くのにだけ、レストランだけにお世話になるとかっていうのはやっぱりちょっと合わなくて、だからやっぱり自分で程よく料理するのがいいなっていう結論に至って、昨日のね、夕食久しぶりに作って、家族も喜んでくれて、久しぶりにね、良かったなと思ったんですけど、そのね、私がね、ちょっと話が行ったり来ちゃったりしてるんだけど、ここで言いたいのはやっぱ2つ。自分が見てる夢は本当に自分のものかっていうのはきちんと確認しよう。その確認するときに他の人に変な目で見られるかもしれないし、自分は自分が果たすべきだと思ってきた責任を果たさないような時期があるかもしれない。でも、そこを乗り越えると本当に自分がしたかったことなのか、それとも変なこだわりがあってやっていただけなのかってことがわかるから、その確認をしてほしい。心の迷いがなくなるから。で、それとね、この話の言いたかったことの2つ目は、それが自分のやりたかったことだって、自分の見ていた夢が自分のものだった。
他の人のものじゃなかったっていうのをね、確認したら、変なこだわりは捨てて流されていいんじゃない？その方が早い時もあるし、こだわりが強ければ強いほど可能性って狭まっちゃうよっていうことです。海外に住みたいから英語から勉強する。でも本当にあなたがしたいのは英語で話すことでなければ別に英語の学習は必要ないよっていうこと。そんなようなことです。私は44歳になってて、ある程度自分の生活だとか自分のあり方っていうのが固まっているように外から見える。本当はそうじゃないです。何歳になっても常にいろいろな迷いが出てきたりだとか思い直したりすることだとか考えを変えたりすることっていうのはあるしね。ただまあ世間的に見ると少し年齢を重ねると自分のあり方っていうのが確立されてきていろいろなものを手放すのがうまくなるように思うです。逆の人もいると思うけどね。で、私はね、この変なこだわりを持たない。この変なこだわりを持たないってことだとか、何か決めつけるっていうことをできるだけしないように、すごく気をつけているんですよね。普段から。で、年齢を重ねれば重ねるほど、私はこうだとか、こういう人でとか、すごく、自分をいい意味で律するために使うことはあったとしても、何らかの型にはめていろいろなことを考えてっていうのはやめてます。っていうのは、それって自分で自分に足かせするような感じだから、周りの環境が変わったり、付き合う人が変わって、価値観だって、感じることだって、やっぱり変わる。その中で、自分がこだわりを変えないって、それはもったいないな。しなやかではないなって私は思う。だから、変なこだわりを持っているよりも、自分の感情だとか、感覚だとか、その時々の価値観の変化だったりに流されるっていうことも大事だよって私は言いたい。で、それによって私はコーチとしての肩書きを手放して、この YouTube チャンネルの方針を変えて、今年は本を読むことと書くこといっぱいやりたいと思いますとか、好きなことだけやりたいと思いますとかって言ってるんですけれど、それによってもちろんね、失ったこともあるかもしれない。でも、すごく私は得るものしかないように感じていて、私の中ではね、幸福度が爆上がりしてるんですよね。それは私が自分の理想に向かってしなやかに生きているからだと思う。私はいろいろなものだとか人だとか、いろいろなね、決まりだとかからも自由でいたいと思うんです。でもね、そのね、自由のあり方っていうものには固執したくない。自由とはこうだっていう固まった考え方、その変なこだわりにしたくない。だからしなやかに自由で生きていきたいと思っているから、私はこれからもどんどん変わっていくだろうし、考えもどんどん変わっていくだろうし、で、それと同じように、これをね、見てくれている人たちにも、自分がどんどん変わっていくことを許してあげてほしいと思うし、自分がその時々に変なこだわりなしに自分に流されるっていうことを
許してほしい。それはあなたがもう軸がないからブレてるとかじゃなくて、自分が変わっていっている、成長していってるっていうことだと、そう取っていいんじゃないかなって思います。人に優しくする前に自分に優しく。ということでした。それでは今日は自分が自分の夢を生きるためには、時には流された方がいいよ。流されるべきだよっていう話でした。じゃあ、また。